神様のテストから逃げずにちゃんと自分と向き合えば人生は180度変えることができます。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は辛い修行はもう終わり、これから新しい人生が始まるよという前兆についてお話ししたいと思います。このチャンネルでは幸せになるための考え方や行動について分かりやすくお話ししています。最近は通勤や家事の合間にサクッと見られるショート動画にも力を入れています。今までショート動画って1分以内だったんですけど、今月15日から3分以内まで OK なんだそうです。今ショート動画の本数を増やしてて、でそのショートがねまた時間が長くなるっていうこととか、あとは来年の準備なんかも始めたりしてるので、ちょっとねコメントのお返事今まで通りにはできないかもしれません。でも全部のコメントに目を通していいねとかねハートマークでお返ししたいと思ってるので、引き続き皆さん応援よろしくお願いいたします。またこの機会にチャンネル登録して応援していただけるととっても励みになります。よろしくお願いいたします。はい、では今回は辛い修行はもうおしまい、新しいステージに移行する前兆とはというテーマでお話ししたいと思います。私の動画でね、どん底で絶望してから最高の人生が始まるっていう動画が一番人気で、何度も繰り返し見てくださっている方も多いみたいです。本当にありがとうございます。そこまでどん底っていうほどじゃなくても、これは一体何が起きてるのって思うようなね、信じられないぐらいショッキングなことが立て続けに起きてしんどいなって思いをした方も多いんじゃないでしょうか。これって実は新しいステージに移行するための神様の卒業試験みたいなものなんです。もう次々にね乗り越えなくてはいけないようなことが起きて、もう無理助けてってね言いたくなるような、精神的にも肉体的にもギリギリの状態に追い込まれたりします。ですがここを乗り越えると神様から合格っていうね合格証書がもらえます。そしてこれまでよりも楽しくワクワクして毎日を過ごせたり、素敵な仲間ができたり、楽しみながら仕事ができて収入もぐんぐん上がるようなステージへ行くことができます。いろんなサインとか予兆があるんですけど、当てはまる方は辛い時期がもうすぐ終わるんだと信じてね、希望を持ってもう一踏ん張りしてほしいなと思います。また後半では前兆がずっとあるんだけど不調のまんまです、何にも変わりませんっていう方のためにねアドバイスもありますので、どうぞ最後までご覧ください。では辛い修行はもうおしまい、新しいステージに移行する前兆とはということでお話ししていきます。まず一つ目は大きなものが壊れる。家具、家電、車、家の外壁とか屋根、こういった大きなものが壊れて買い直したり修理しないといけなくなったりします。これ一つだけじゃなくって複数のものがね立て続けに壊れたり、一気に全部壊れたりします。私がね人生の転機の時に冷蔵庫でしょ、あと衣類乾燥機、それから洗濯機、車、屋根の雨漏り、あとねオーブンレンジかな、もう次々に壊れましたね。いやもうびっくりしましたよ。これは一体何が起きてるんだろうと思って。これはねスピリチュアルを学んでいらっしゃる方だったら多分皆さんね経験されると思うんですけど、自分の波動がね高く強く変わったことで、今まで馴染んできたものとね波動の差が生じて合わなくなってきたよっていうことの表れなんですね。実はこれ好転のサインなんです。ですからね、なんでこんな悪いことばっかりが起こるんだろう、私の波動が低いせいなのかなとかね、私のせいなんて悪く考えなくてもいいんですよ。くれぐれも自分責めはしないでくださいね。すべては良くなるために起こってるんです。古いものを新しく入れ替えるチャンスが来たんだな、新しいステージに移行する時なんだなと思って前向きに捉えてください。そしてね、心の中でよっしゃチャンスが巡ってきたぞってね、ニヤニヤワクワクしていてください。はい、では2つ目は怪我や病気にかかる。コロナとかね流行りのウイルス性の風邪なんかでね高い熱が出たり、あと怪我で急な手術が必要になったり、あとは原因不明のね皮膚疾患に悩まされたり、疲れやすくなって体調の変化を感じやすくなったりもします。私はね風邪をこじらせて気管支炎になってね入院しちゃったこともありますし、あと慢性のじんましんに結構悩まされたんですね。スーパーのカゴをねここにかけただけでここがミミズバレになったりしたんですよ。そういう時期がありましたね。これはね運気の上昇とともに体の中の毒出しデトックスが起こっているということなんです。
これ浄化の最後の仕上げだって思ってください。それでね、くよくよしないで、これでもう厄は全部落ちちゃった、あとはもういいことしかないぞって前向きに捉えてください。では3つ目は、急な出費が増える。思いがけなく大きなお金が出ていくことが起こります。病気とかね、物が壊れることとも関係してるんですけど、自分の意思とは関係なくお金を出さざるを得ないようなことが起こります。急にね、歯の治療をしないといけなくなるとか、香典とかね、お祝いを包む機会が多くなるとかね、急に引っ越しが決まるとか、転勤するとか、いろいろあるんですけど、必要なお金は出し惜しみをしないことが大切です。お金を払うの払うという字はね、悪いものを払うということにつながります。ですから不義理をしないように、払う時にはね、お金がなくなっちゃう、もったいないなんて思わないで、気持ちよくすがすがしい気持ちで、可愛い子に旅をさせるような気持ちで送り出しましょう。では4つ目は、ショックなことが連続して起こる。これもね、お金と関係してるんですけど、詐欺に引っかかるとかね、ギャンブルとか投資で失敗するとかありますよね。あとはね、信頼していた人に裏切られたりとか、親しい人の別れがあったり、あとは仕事を失ったり、事故とかね、子供関係の悩み、トラブルとかいろいろありますね。精神的にショックなことが立て続けに起こります。ですが、これも新しい人生が始まる前兆なんですね。感情に振り回されないように柔軟な考え方を心がけてください。人を責めず、自分も責めず、運のせいにもせず、ただ起こっていることを淡々と神視点で客観視するようにしてください。何があってもね、命まで取られることはないんですから、絶対大丈夫って信じましょう。ここでね、素直に謙虚に学べるかどうかで、次の新しいステージに入ってからのスタートダッシュが違ってきます。はい、では5つ目は、人間関係がガラッと変わる。先ほどのね、裏切りとか別れなんかもありますけど、急な引っ越しとか転勤とかでね、もう物理的に変わっちゃうってこともありますね。またね、人が離れていったり、自分がその場から離れるようなことが起きて、一人の時間が増える、孤独を感じるってこともあるかもしれません。これまでとね、人の付き合い方とか、周りにいる人のタイプがね、変わってきたなって感じると思います。あとはね、親子関係が変化することもあるでしょう。今まで我慢して抑えてきたものが一気に噴出したりね、衝突しちゃったりしますね。私もね、転機の時に母とものすごい大きくぶつかりました。もう壮絶なバトルになりましたよ。今ではね、何事もなかったように仲良くしてますけど、あの時があってね、良かったなって今は思います。全ては新しいステージに行くために、良くなるため、膿を出しておくために起こっているんです。とにかく自分の本当の気持ちを大切に、自分を愛することを最優先してください。自分にとって本当に大切なものは必ず残りますし、一旦離れてもまた縁がつながります。無理にしがみつこうとせず、自分の心の声に正直に、そして自然な流れに任せましょう。はい、ということで5つご紹介しました。すべてに共通して言えることは、手放しと浄化ですね。新しい人生に移行するために、もう期限が切れたもの、古い価値観のもの、学びを通して波動が高くなったあなたに似つかわしくないものは自然と離れていきます。また出費が増えてお金を手放すことによって執着が外れてスペースができます。お金もエネルギーの一種ですから、新しい場で新しい活動をして、また新たなエネルギーが入ってくるように促されるわけです。私はね、人生が大きく変わる時にこれがいっぺんに起こったんです。その時はね、神社参拝もしてたし、引き寄せの法則も実践してたんで、それでもこういう状態になるってね、もうどういうことって思ったんですよ。もう本当にショックでね、理解に苦しんだんですね。で、やっぱりね、スピリチュアルなんて嘘じゃないかって、神様なんていないじゃんって思ったんですよ。今の私から信じられない言葉でしょ。でもね、今になってみると、あれが神様の最終試験だったんだなって本当によくわかります。あの時はね、もう次から次に起こるんで、もうすごすぎてね、もう手に負えなくて開き直っちゃったんですよ。やれることはもう全部やったんだから、もう私にできることはもう何もないって思ったんですね。で、もう知らんって、どうにでもしてくれみたいなね、もう本当にお手上げ状態になりました。これぞまさしく宇宙にお任せ状態ですよね。
でもそこからねチャンスが巡ってきて、でサインに従ってね次々に行動していくうちに人生がどんどん好転していったんです。なのでこの5つ全部私が実証済みです。ではここからはね、ずっとこんな辛い状況が続いてるんだけどまだ終わらないんですって方はどうしたらいいかお話ししてみましょう。このような状態がね3年以上続いてるっていう方はこの動画を見た今が転機です。ちょっと厳しいことも言いますけど、これが転機だと思ってこれからお話しすることを参考にしていただけたらなと思います。今特に辛くないよっていう方はね飛ばしていただいても結構ですし、ご覧になってくださってももちろん大丈夫です。パワフルなエネルギーがもりもり湧いてきますよ。悪い運気っていうのはだいたい3年なんですね。でも本当にひどいのってねそのうちの2年間で、あとの1年はね、序章だったり、あと後始末の期間でねこの坂の途中といった感じです。ですから本当にしんどいのはね2年と思っていただいていいと思います。でも3年以上ずっとねこういう状態が続いていて、で解決しなくてむしろ悪化しているって感じるんだったら、今のあなたの思考や行動と環境などをね何か変えなくてはいけないよっていうサインです。宇宙とか神様はねあなたを見放したんじゃなくって、逆に見守っているからこそ、心配しているからこそ分かりやすいサインを出して教えてくれているっていうことです。神様って一見スパルタですけど愛の塊なんですよ。じゃあ何をしないといけないのかっていうと、今の低迷した状態に慣れてしまっている自分に気づくことなんです。人ってね現状維持が安心だって思ってしまって変化することに無意識に抵抗してしまうんです。でね落ちている時は焦るし何とかしようって思うんですけど、長いこと諦めてしまって現状に甘んじているとエネルギー不足が常態化してしまって、いつの間にか省エネモードに切り替わってしまうんです。つまりどんどんね気力体力ともに弱くなって、ですっかり自信をなくしていますから波動も弱くなって、で身動きが取れなくなってしまうんですね。またね気をつけていただきたいのは、実は心の片隅でね今のままの方が都合がいいっていうことがあったりしてメリットを見出してしまっている可能性もあります。今のままの方が周りの人に優しくしてもらえるとかね、働かなくてもいいっていう大義名分が立つとかね、援助が受けやすいとか、世間的にこの方が都合がいいとかね、辛いことがあっても外へ出るよりは楽ができるとかね、絶対私そんなことありませんってね言われるかもしれないんですけど、無意識の潜在意識でですからね、悪気は全然ないんだけど自分が無意識に引き寄せてしまっているっていうこともあるんです。もちろんね引き寄せの法則は今あるものを引き寄せるわけですから、今の状況の中に楽しみや幸せをね見出すことがとっても大切なんですが、それはね諦めろとか妥協しろってことではないんです。自分はこの程度の人間なんだ、所詮自分にはこれぐらいしかできないんだ、これが限界なんだってね腐ったり諦めたり自分を見くびって投げやりになってしまったら、波動はどんどん低くなって神様のテストには合格できません。辛い状況が変わらないっていうのはね、本当は神様からやるべきことを与えられて、それをやるための能力をねあなただけの宝物として最初から与えられているのに、それに気づかずに全く使っていないからです。本当のあなたらしさを発揮して生きていないよっていうことをね警告されているんです。宇宙とか神様って手抜き一切しませんし、あなたは神様の作品ですから完全で完璧な存在なんです。なのでね宇宙とか神様はあらゆる手段を使ってあなたにね変わりなさい動きなさいって促してくるんです。でもねそれに気づかないで、自分には悪いことばっかり起きるな、私はついてない、私って全然ダメなんだ、なんて自分は不幸なんだろう、こんな感じでね被害者意識いっぱいで悲劇のヒロインぶっていると、あなたが変わるまでずっとこのサインが来続けることになります。でねもうどうにでもなれって宇宙にお任せすることがいいってスピリチュアルでは言われてますよね。でもこれいつまでも何にもしないでただ現状に甘んじていいっていうことではないんですよ。やりたいこととか好きなことを夢中でやってね、でその上で今が幸せだからもう結果はどうでもいいや、あとは野となれ山となれって思ってもいいよっていう意味なんです。頑張らなくていいよっていうのはね頑張りすぎて疲れちゃった人にかける言葉であって、何もしないで人生がつまらないんだったら何か変えないといけないですよね。でねありのままの自分でいいよっていうのは、
玉ねぎやじゃがいもがトマトにならなくていいよっていうことなんですよ。野菜にはね、どれもそれぞれのね、美味しさとか栄養があるでしょ。でもありのままでいいって言ったってね、泥がついたままで美味しくは食べられないでしょ。玉ねぎだってじゃがいもだってね、美味しくお料理したらもっと甘くなって美味しく食べられるでしょ。ですからありのままでいいっていうのは、素材はそのまんまで自分だけの良さに気づいて磨いてあげることが大事だよっていうことです。お料理するのがめんどくさいですか？じゃあ一生土の中にいるの？そのまま腐って他の野菜の養分になるの？そんなの全然楽しくないでしょ。でもそういう状況を選んでるのは自分なんだよっていうことなんですよ。厳しいことをね言うようですけど、私もそういう時期が長かったからわかるんです。本当にね、土の中に、暗い中にいてね、ずっともがいてるような感じでした。でね、根本的な問題から目をそらして、現実的な解決から逃げていたんだろうなって今はわかります。だからね、どん底まで落ちちゃったし、そこでやっとね動くことができたんです。でもね、あの時があったから今の私があるわけで、全ては完璧なタイミングで起こってるんですけどね。神様のテストから逃げずにちゃんと自分と向き合えば、絶対に低迷期を抜けられますし、人生は180度変えることができます。私たちはね、そもそも幸せで完璧な存在なんです。でもそれをね忘れてしまってるから人生が苦しくなるんですよ。自分らしく生きるだけで願いが叶うよっていうことを私たくさんの人に伝えたいんです。もしね、私が目先の自分だけの利益を考えてるんだったら、もうわざわざこんなこと言わないですよ。誰だってね、嫌われたくないし、もうただのね、メガネのめんどくさいおばはんだって思われたくないじゃないですか。でも私本当のことしか言いたくないんですよ。もう私がね本当に大変な思いしましたから、私みたいな思いをねしてほしくないからなんです。でね、スピリチュアルってね、本来はただ現実逃避をしたり ATM みたいなもんじゃなくて、自分を愛してで気づきを得て本当の自分に目覚めるための学びなんですよ。それに気づいた人から人生に奇跡が起こり始めます。でね、私たちの一人一人が光の柱なんです。みんなそれぞれの光を持って生まれてきています。優しいあったかい光もあればね、ちっちゃいけれどピカッと輝いている星とかね、あとは周りまで照らすような大きい光だったり、いろんな光がありますよ。でもそれぞれにみんな美しいんです。ですが自分だけのその輝きを忘れて、人の輝きを欲しがったりね、自分と人とを比べてね、私はあんなに強い光じゃないなんてね、ネガティブになっちゃったりで、自分のためにも人のためにもね、その光を使わないでいると、もう神様から厳しいお叱りが飛んでくるんです。神様のねお使いの竜とかハイヤーセルフとかね、天使とかガイドたち、もうみんなでね、いつまでそこにいるんだ、いつまでそんなことをしてるんだって、もういろんな手を使ってね警告してきます。それはあなたのことをもう生まれた時から、もうお母さんのねお腹にいる時から愛してくれているからです。もうそろそろね、自分の役目に気づくために自分の光を、力を信じてみませんか？でね、できてない自分をね、ダメなんだ、私が悪いんだって責めるんじゃなくって、なんだそっかってただ気づいてサインに従って変えればいいだけです。自分をね責めるだけで変わろうとしないのって結局逃げているんですよ。自分から逃げてるの。自分のねせっかくの宝物があるんだから、それに気づいてそれを使ってね幸せになる勇気を持ってほしいなって思います。辛い時期にはね、いろんなことを手放すことになりますけど、そういう時期なんだって受け入れる。そしてね、これで神様のテストが終わるんだ、もうこの後はいいことしかないって思って、これから新しい人生が始まるぞってね、前向きな気持ちで波動を整えましょう。そしてね、これからどんな人生にしたいのか、やりたいことを全部やる人生にするんなら何から始めようかって考えてみてください。振り子の法則っていうのがあって、悪いことが起きたらそれと同じぐらいいいことも起こるっていう法則があります。ですから辛かった人はこれからいいことがいっぱい起こりますよ。すべてのことから謙虚な気持ちで学んで、感謝の心で魂を磨いていれば、幸せや奇跡はすぐそばにあったんだってわかります。今年もあと3ヶ月ですよ。皆さん、辛い修行はもうそろそろ終わりにしませんか？来年やりたいことをノートに書き出してみるのもいいですよね。もうそろそろ準備を始めてもいいと思います。明るい希望を持ってイメージしてね、ワクワクしていれば、神様は必ずチャンスをくださいます。どんな時も腐らず諦めず、日々の小さなことを楽しむことを忘れないようにしましょう。はい、いかがだったでしょうか。
今回は新しいステージへ移行するための前兆サインについてお話ししてみました。今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。